風が歌い、木々が囁き、季節の移ろいを肌で感じられるなだらかな丘。その頂上に、ポツンと一軒、古びた家がありました。家の主は、春。御年88歳になるおばあさんです。彼女の朝は、太陽が東の三稜線を染め上げる頃に始まります。天側に出て、ゆっくりと白湯を一杯。遠くの山々から立ち上る朝もやを眺めながら、亡き夫の好きだったお茶を入れるのが日課でした。おじいさん、今日もええ天気じゃねえ。誰もいないはずの空間に、そっと語りかける春。夫の正一が亡くなって、もう20年の月日が流れていましたが、彼女の中では、いつも、夫が隣で微笑んでいるかのようでした。春の暮らしは、質素そのものです。家の周りに広がる小さな畑で、自分の食べる分だけの野菜を育てる。旬のものを、旬の時期にいただく。それだけで、彼女の食卓はいつも豊かでした。春には、わらびやゼンマイを取り、夏には、みずみずしいキュウリやトマトをかじる。秋には、裏山の栗を拾い、冬には、畑で採れた白菜で漬物を作る。都会のスーパーに並ぶ、形がよく、ピカピカに磨かれた野菜とは少し違います。少し虫が食っていたり、形が不揃いだったり。しかし、その一つ一つが、太陽の光と、土の匂い、そして春の愛情がたっぷりと詰まった、命の味でした。金なんてなくたって、ここで生きていや、腹も心も満たされるもんさ。それが春の口癖。この丘の上での暮らしは、彼女にとって何者にも代え難い宝物だったのです。この土地は、春の夫、正一が、そのまた父親から受け継いだもの。そしてその父親も、また、その父親から、気の遠くなるような長い年月、春の一族が、代々、この丘の土と共に生きてきた証。畑の隅に立つ、少し傾いた一本の桜の木。それは、春が正一に嫁いできた年に、二人で植えたものでした。今では、立派な大木となり、春には、丘を訪れる人々を、美しい花で楽しませてくれます。春にとって、この丘の風景、土の匂い、風の音、そのすべてが、愛する夫やご先祖様との思い出であり、彼女自身の人生そのものだったのです。子供たちは、みんな、立派に成長し、便利な都会へと巣立っていきました。時折、母さん、もう畑仕事も大変だろう。こっちで一緒に暮らさないか、と電話をくれます。その度に春は、優しい声でこう答えるのでした。心配してくれてありがとう。じゃけど、わしにはこの丘がある。おじいさんやご先祖様が見守ってくれとる。ここが、わしの生きる場所なんじゃよ。誰が見ても、春は、お金も力もない、ただの貧しい農家の老婆。しかし、彼女の心は、誰よりも豊かで、そして、誰よりも強く、この丘に根を張っていたのです。その、静かで穏やかな日々に、ある日、不協和音が響き渡ることになるとは、この時の春は、まだ知る由もありませんでした。その日、丘には見慣れない音が響きました。高級車の低いエンジン音と、革靴が土を踏みしめる音。春が、畑で土いじりをしていると、ギラギラとした太陽を反射する黒塗りのセダンが、農道の入り口に止まるのが見えました。車から降りてきたのは、パリッとしたスーツに身を固めた三人の男たち。彼らが、この丘の風景に、どれほど不釣り合いな存在であったか。まるで、美しい水彩画に、一滴の黒いインクを落としたかのようでした。中心に立つ、リーダー格と思われる男は、田中と名乗りました。彼は、人好きのする笑みを顔に貼り付けながらも、その目は全く笑っていません。まるで獲物を品定めするかのように、春の家と畑を、そして、丘全体をいやらしい目つきで見渡しています。いや、素晴らしい眺めですね、おばあさん。ここはまさに地上の楽園だ。田中は、春に近づきながら、大げさな身振りでそう言いました。そして、一枚の名刺を差し出します。そこには、東都リゾート開発、という、誰もが知る大手企業の名前と、開発一部、課長、田中正夫、という文字が印刷されていました。私ども、この素晴らしい土地に自然と共生する新しい形のリゾート施設を建設しようと考えておりまして、つきましては、おばあさんのその土地を我々にお譲りいただけないかと。春は男たちの顔を黙って見つめ返します。その目は長い年月を生きてきた者だけが持つ深い洞察力に満ちていました。リゾート、金。はい。ご高齢のおばあさんが一人でこんな土地を管理されるのは大変でしょう。私どもに売っていただければ、まとまったお金が手に入ります。都会に出て、息子さんたちと楽隠居の生活が送れますよ。田中は畳みかけるように言います。
その言葉の端々には、こんな老婆、金さえ見せればすぐに転ぶだろう、という侮りがにじみ出ていました。彼は部下に目配せし、分厚い封筒を取り出させます。こちら、手付金としてまず300万円。最終的には、この畑と家で500万円でお譲りいただきたい。その金額は、法外という言葉すら生ぬるいものでした。この風光明媚な丘の土地が、そんな値段で買えるはずもありません。明らかに、相手が世間知らずの年寄りだと高をくくり、買い叩こうとしているのが見え見えでした。しかし、春は、金額を聞いても、眉一つ動かしません。彼女は、ゆっくりと、首を横に振りました。お気持ちはありがたいが、この土地は、売るわけにはいかんのです。なぜです。お金が不満ですか。正直、この辺りの相場から言っても、破格の値段ですよ。田中の口調が、少しだけ苛立ちを帯びます。お金の問題じゃないんじゃよ。春は静かに、しかし、きっぱりと言いました。この土には、わしらの先祖の汗が、夫の笑顔が、わしの涙が全部染み込んどる。わしにとって金に換えられるようなもんじゃない。何億円積まれようと、この土地は手放せんのじゃ。田中の顔から作り笑いが消えました。彼は舌打ちせんばかりの表情で春を睨みつけます。おばあさん、時代は変わったんですよ。古い思い出にばかり固執していても何も生まれない。これはこの寂れた地域全体を活性化させるための大きなプロジェクトなんです。個人の干渉で全体の利益を邪魔するのはいかがなものかと思いますがね。その言葉は春の心を深く傷つけました。先祖から受け継いできた大切な土地と、そこに宿る思い出を、個人の干渉の一言で切り捨てられたのですから。春はもう何も言いませんでした。ただ、静かに男たちに背を向け、再び畑の雑草を抜き始めました。その小さな背中が何よりも雄弁に彼女の断固たる拒絶の意志を物語っていました。まあいいでしょう。今日は一旦引き上げますが、よく考えておいてくださいよ。我々も、ボランティアでやっているわけではないのでね。捨て台詞を残し、田中たちは高級車に乗り込み、土ぼこりを巻き上げながら去っていきました。他に、再び静寂が戻ります。しかし、その静寂は、以前の穏やかなものとはどこか違っていました。美しい風景に不穏な影が差し始めた瞬間でした。春の静かなる戦いが、今、幕を開けたのです。その日を境に、春の穏やかだった日常は、少しずつ侵食されていきました。田中たちは、まるでストーカーのように、毎日を買いやってくるのです。たさ、春が畑に出ると、すでに、農道の入り口に、黒い車が止まっている。一日中、車の中から春の様子を監視しているかのようでした。時折、車から降りてきては、手を返し名を変え、春を説得しようとします。おばあさん、考えは変わりましたかな。実は、あなたの隣の土地を持っている人も、我々の計画に賛同してくれてね。あなた一人だけが、この地域の発展を妨げることになりますよ。もちろん、そんな話は真っ赤な嘘でした。この丘の頂上付近に、他の所有者などいないのですから、金額を600万円に上げましょう。これ以上は出せませんよ。これが最後のチャンスです。彼らは、春が金に執着しているのだと思い込み、少しずつ金額を釣り上げてきます。しかし、その行為が春の心をさらに堅くなにさせていることには全く気づいていませんでした。春は彼らの言葉に一切耳を貸さず、ただ黙々と畑仕事に精を出します。しかし、その辛労は88歳という高齢の身体に重くのしかかっていました。夜、なかなか寝つけなくなり、食も細くなっていきます。そんなある日、都会に住む長男の拓也から電話がありました。どうやら田中たちが拓也の連絡先を調べ上げ、接触してきたようでした。母さん、大丈夫か。なんか、リゾート開発の会社の人が電話してきて、母さんが土地を売ってくれなくて困ってるって。もう、いいんじゃないか。無理することないんだよ。こっちへ来て、俺たちと一緒に暮らそう。畑なら市民農園でも借りればいいじゃないか。息子の声は、心から春を心配する、優しいものでした。その優しさが、逆に春の胸を締め付けます。心配をかけたくない。息子たちの重荷にはなりたくない。大丈夫じゃよ、拓也。わしは、ここで生きるって決めとるんじゃから。あんたたちは、あんたたちの生活を大事にしなさい。こっちのことは、わしが何とかする。気丈にそう答える春の声は、少しだけ震えていました。電話を切った後、春は、一人、
涙をこぼしました。孤独でした。巨大な組織を相手にたった一人で立ち向かうことの恐怖と心細さがどっと押し寄せてきたのです。その夜、春は仏壇の前に座り、亡き夫とご先祖様の位牌に静かに手を合わせました。おじいさん、ご先祖様。わしはどうすりゃええんじゃろうか。わしのやっとることはただの意地っ張りなんじゃろうか。答えはもちろん返ってきません。しかし、線香の揺らぐ煙を見つめているうちに、春の心に不思議と静かな覚悟が満ちてくるのを感じました。春、お前なら大丈夫だ。お前は、わしが選んだ女だからの。どこかで、夫、正一のあの頃と変わらない優しい声が聞こえたような気がしました。そうだ。私は一人じゃない。この土地が、この丘が、そして、ここで生きてきたすべての人の思いが、私と共にいてくれる。春の目から迷いは消えていました。彼女は自分の信じるものを自分の命に変えても守り抜こうと、改めて心に誓ったのです。彼女の静かなる抵抗は、ただの意地ではなく、誇りをかけた戦いへと変わろうとしていました。何を言っても、春が首を縦に振らないと悟った田中たちは、ついにその本性をむき出しにしました。説得がダメなら力ずくで。彼らのやり方は、日に日に陰湿で卑劣なものへとエスカレートしていったのです。夜中、春が寝静まった頃を見計らい、丘のふもとで大音量の音楽を流す。車のクラクションをけたたましく鳴らし続ける。短眠を妨害し、精神的に追い詰めるのが目的でした。家の前にわざと生ゴミを撒き散らしていくこともありました。春は朝起きると黙ってそれを片付けます。文句一つ言いません。しかし、その沈黙が田中たちをさらに苛立たせ、凶暴にさせていきました。そして、ついに彼らは決して越えてはならない一線を越えてしまったのです。それは雨がしとしと降る暗い夜のことでした。いつものように嫌がらせの騒音が響き渡ります。しかし、その夜はいつもと何かが違いました。車のヘッドライトが春の畑をこうこうと照らし出しているのが窓から見えたのです。春は胸騒ぎを覚えながら雨戸の隙間からそっと外を伺いました。そこに広がっていたのは信じがたい光景でした。田中とその部下たちが泥酔しているのか、大きな笑い声を上げながら春の畑に入り込み、大切に育ててきた野菜の苗を面白半分に踏みつけ、引き抜いているのです。このクソババア、いつまで意地を張ってやがるんだ。彼らは、春が丹精込めて育てた、まるで我が子のように慈しんできた命を、ただのおさばらしの道具として、無残に踏みにじっていたのです。それは、春の心そのものを、土足で踏みにじる行為に他なりませんでした。春は、あまりの光景に、声も出ませんでした。ただ、その場で立ち尽くし、震える拳を握りしめることしかできません。涙が頬を伝って止めどなく溢れ出てきます。それは悲しみの涙であると同時に燃え盛るような怒りの涙でした。夜が明け、雨が上がった時、春は静かに畑へと向かいました。そこはまるで嵐が通り過ぎたかのように無残な姿になり果てていました。折れた茎、ちぎれた葉、泥にまみれた実。昨日まで生き生きと輝いていた命の残骸がそこら中に散らばっています。春は泥だらけのトマトの苗をそっと拾い上げました。そしてその場に膝から崩れ落ちます。今までどんなに辛くても気丈に振る舞ってきた春が初めて声を上げて泣きました。それはまるで子供のような魂からの慟哭でした。どれくらいの時間、そうしていたでしょうか。やがて春はゆっくりと立ち上がります。涙で濡れたその顔にはもはや悲しみの色はありませんでした。そこにあったのは氷のように冷たく、そして鋼のように硬い決意の光でした。もう許さん。静かにそうつぶやくと、春は家に戻り、納屋の奥へと向かいました。ぎしぎしと音を立てると小板を進んだ先、一番奥に積まれた古い荷物の下から、彼女は埃をかぶった一つの霧の箱を取り出します。それは、夫の正一が亡くなる直前、これは、俺たちの、いや、うちの一族の魂そのものだ。何があっても、お前がこれを守ってくれ、と言い残し、春に託したもの。春は、震える手で、霧の箱の蓋に手をかけました。彼女の中で何かが大きく変わろうとしています。それは反撃ののろし。巨大な力に踏みつけられた小さく、しかし何よりも尊い魂が今目覚めようとしていたのです。畑を荒らした翌日、田中たちはまるで凱旋将軍のように意気揚々と丘へやってきました。
彼だけのことをすれば、老婆の心も折れただろう。今日こそが決着の日だと確信していたのです。おばあさん、おはようございます。よく眠れましたかな。田中は嫌味たっぷりの笑顔でそう言いました。春はいつものように縁側で彼らを迎えましたが、その雰囲気は昨日までとは明らかに違っていました。憔悴しきっているかと思いきや、その背筋は驚くほどまっすぐに伸び、その瞳は嵐の前の海のように静まり返っています。そのただならぬ気配に田中は一瞬戸惑いを覚えますが、すぐにいつもの傲慢さを取り戻しました。さあ、もう無駄な抵抗はおやめなさい。これが最終条件です。彼はカバンから契約書の束を取り出し、春の目の前に突きつけました。ここにサインさえすれば、すぐにでも1000万円をお支払いします。もし、今日、これに応じなければ、田中はそこで言葉を切り、脅すように続けます。我々も手段を選んではいられなくなる。例えば、行政に働きかけて、この土地を強制的に収容するという手もないわけではない。そうなれば、あなたには、はした金しか入らない。どちらがいいか、賢いあなたなら、もうお分かりですよね。それは完全な脅迫でした。部下たちは、その後ろで腕を組み、威圧するように春を睨みつけています。誰もが、老婆が恐怖に震え、泣きながら契約書にサインする姿を想像していました。しかし、春の反応は、彼らの予想を全く裏切るものでした。まあ、そう急がさんでくださいな。長い話になるかもしれん。お茶でも一杯、いかがですかな。春は、穏やかな、しかし、有無を言わせぬ口調でそう言うと、静かに立ち上がり、家の中へと促したのです。あまりに落ち着き払ったその態度に、田中たちは完全に毒気を抜かれてしまいました。まるで、見えざる力に引き寄せられるように、彼らは、靴を脱ぎ、春の家に上がり込みます。こうされたのは、古いが、隅々まで吐き清められた今でした。中央には、立派な仏壇が鎮座しています。春は、慣れた手つきで急須に茶葉を入れ、湯を注ぎました。部屋に、香ばしいお茶の香りが立ち込めます。さあ、どうぞ。湯飲みを差し出され、田中たちは戸惑いながらもそれを受け取りました。これから相手をどん底に突き落とそうという時にお茶を出されるという、この奇妙な状況。彼らの心に得体の知れない不安がじわじわと広がり始めていました。それでお話というのは、沈黙に耐えきれず田中が口火を切ります。すると、春はゆっくりと懐から何かを取り出しました。それは昨日、納屋から持ち出した霧の箱に収められていたもの。何枚にも折りたたまれた、古く、黄ばんだ一枚の和紙でした。タンタたちが本当に欲しいものは何ですかな。カールは静かな声で問いかけます。その問いの意味がわからず、田中は怪訝な顔をしました。何って決まっているでしょう。あなたのその家と小さな畑ですよ。それ以上でもそれ以下でもない。彼はあざけるように言いました。春の口元にふっとかすかな笑みが浮かびます。それは哀れみを含んだ深い、深い笑みでした。そうかい。ならば、これを見てもらうとしようかのう。春は目の前のテーブルの上で、その古びた和紙をゆっくりと一枚、また一枚と広げ始めたのです。部屋の空気が張り詰めていくのがわかりました。窓の外では空がにわかにかき曇り、風がざわめき始めています。春が広げた和紙は、彼女の腕では抱えきれないほど大きく、テーブルの上をほとんど覆い尽くしてしまいました。それは手書きで描かれた、この丘一帯の古い地図のようでした。しかし、ただの地図ではありません。明治時代の日付と、法務局のものと思われる古い印が押された、正式な土地の権利書、すなわち、登記簿、だったのです。なんだ、これは。田中は、いぶかしげにその古文書を覗き込みます。そこには、見慣れない旧漢字と、ミミズが張ったような筆文字で、びっしりと何かが書き込まれていました。春は、その地図の一点を、節くれだった指で、トン、と指し示しました。ここが、今、わしらがいる、この家と畑じゃ。地図上では、それは、米粒ほどの小さな区画でしかありません。そして、田中たちの目を釘付けにしたのは、その米粒のような区画を含む、はるかに広大な範囲が、太い朱色の線でぐるりと囲まれていたことでした。その主線で囲まれた範囲は、彼らがリゾート開発を計画している、この丘の、ほぼすべての土地を含んでいたのです。タンタたちが買いたいと言っとるのは、この小さな畑だけかい。カルは、もう一度、静かに尋ねました。そうだ。
我々が欲しいのは、その土地だけだ。それがどうかしたのか。まだ事態が飲み込めていない田中は、強気にそう答えます。すると春は、ゆっくりと顔を上げ、初めて、いるような鋭い視線で、田中をまっすぐに見据えました。ならば、話にならんの。タンタたちの計画は、わしの土地がなければ、一歩も進まんはずじゃが。何を言っている。この丘は、大部分が国有地のはずじゃ。部下の一人が、慌ててそう口を挟みます。彼らは、当然、事前に調査をしていました。しかし、その調査は、現代のコンピュータ化されたデータに基づいたもの。あまりに古く、所有者の変更もなかったこの広大な土地の情報は、そのデータベースから抜け落ちていたのです。春は静かに語り始めました。この土地は足の夫の曽祖父つまり、ひいひいじい様が、明治の御代に政府から払い下げを受けた土地なんじゃ。当時、この辺り一帯は誰も手をつけんかったあれ山でな。それを一族総出で何十年もかけて切り開き、育ててきた。この丘にある木の一本一本、草の一本一本に、わしらの先祖の血と汗が染み込んどるんじゃよ。それは、春の、そして、彼女の一族の壮大な歴史でした。戦争で働き手を失い、貧しい時代も、決してこの土地を手放すことはなかった。金に困り、一部だけでも売ろうという話が出たこともあった。しかし、その度に、先祖たちは、この丘は、我々の魂そのものだ。金に変えてはならん、と言って、歯を食いしばって守り抜いてきたのです。夫の正一も、口癖のように言っとった。この丘は、俺たちが預かっているだけだ。未来の子孫たちに、美しいまま渡してやるのが、俺たちの役目だ、とな。話を聞いているうちに、田中たちの顔から血の気が引いていくのがわかりました。部下の一人が、震える手でスマートフォンを取り出し、必死に何かを調べています。そして、彼は、絶望に染まった顔で、声を絞り出しました。田中課長、ダメです。本当です。法務局の旧土地台帳のデータを、今、本社に問い合わせて確認しました。この丘陵地帯、山林、年夜まで、そのすべてが、この、春の春様の個人所有地になっています。そして彼は耳を疑うような言葉を続けます。推定、資産価値、少なくとも50億円は下りません。50億円。その言葉が部屋に響き渡った瞬間、空気が凍りつきました。田中はカッと目を見開き、口をパクパクさせています。声も出ないのです。自分たちは一体誰に対して無礼を働いていたのか。自分たちが虫けらのように扱っていたこの貧しい老婆は、自分たちの会社の社長ですら、ひれ伏さなければならないほどのとてつもない大資産家だった。数十億円の土地を持つ人間に対して、たった1000万円をちらつかせ、ゴミをまき、畑を荒らし、脅迫していた。その事実がハンマーのように田中の頭を殴りつけました。形勢はこの瞬間、完全に、そして劇的に逆転したのです。さて、春はゆっくりと立ち上がりました。お話はもうよろしいかのう。わしはこれから荒らされた畑の手入れをせにゃならんのでな。タンタたちももうお帰りください。その声は静かでしたが、絶対的な王者の持つ威厳に満ちていました。逆らうことなど誰にもできません。申し訳ありませんでした。田中は椅子から転げ落ちるようにして、その場で土下座しました。額を畳にこすりつけ、必死に許しを請います。部下たちもそれに倣って一斉に土下座しました。しかし、春は彼らに一別もくれることなく静かに背を向けます。その背中が何よりも冷たい拒絶を物語っていました。田中たちは這うようにして家を出ると、雲の子を散らすように車に乗り込み、逃げるように丘を去っていきました。二度と彼らがこの丘に足を踏み入れることはありませんでした。黒い車が見えなくなるまで、春はじっとその方角を見つめていました。やがて、丘にはいつもの静寂が戻ってきます。雨上がりの澄んだ空気を、心地よい風が吹き抜けていきました。春は深く、深く、息を吸い込みます。それは彼女が愛する土と草木と、そして思い出の匂いでした。彼女は居間に戻ると、テーブルの上に広げられたままの古い登記簿を、一枚一枚、丁寧に折りたたんでいきます。そして、その紙の束を、まるで赤子を抱くかのように、優しく胸に抱きしめました。おじいさん、ご先祖様。守ったよ。わし、ちゃんと、守り抜いたよ。その目からは、一筋の涙が、静かにこぼれ落ちました。
それはもう悲しみや怒りの涙ではありません。丹度と感謝と、そしてこの土地を守り抜いた誇りに満ちた温かい涙でした。あの日以来、春の丘にリゾート開発業者が現れることは二度とありませんでした。東都リゾート開発がこの地区の計画を白紙撤回したという噂が風の便りに聞こえてきたのは、それからしばらく経ってからのことです。春の日常は元通りになりました。朝、太陽と共に起き、畑を耕し、自然の恵みに感謝して眠る。何も変わらない、質素な毎日。しかし、何もかもが以前と同じではありませんでした。彼女の心には揺るぎない自信と誇りが宿っていました。そして、この物語を知る人々は、丘の上で土と共に生きる老婆の姿に、以前とは違う、何か神々しいまでの威厳を感じるようになったのです。私たちは、つい、目に見えるものだけで、物事の価値を判断してしまいがちです。お金、地位、権力、みすぼらしい格好をした老人を、弱く、価値のない存在だと、無意識のうちに見下してしまう。しかし、本当の豊かさ、本当の強さとは、一体何なのでしょうか。それは、春おばあさんのように、たとえ誰に認められなくとも、自分の信じるもの、守るべきものを、命をかけて大切にする、その心のあり方の中にこそ、宿っているのかもしれません。今日も、春は、丘の上で、一人、畑を耕しています。夕日が、彼女の働く小さな背中と、彼女が守り抜いた広大な丘を、黄金色に染め上げていきます。その姿は、まるで、この土地そのものと一体化した、偉大な守り神のようにも見えました。風が丘を渡り、春の白髪を優しく撫でていきます。それはきっと彼女の戦いを称えるご先祖様たちからの優しいささやきだったのかもしれません。また次の動画でお会いしましょう。